こんにちは、堀口教授です。今回は、青木選手と対談ということでお願いします。はい、アベマの企画のついでにというか、そのまんまはい、やらせていただくことになりました。よろしくおお願いします。願いします。僕なんか、堀口さんとこれ喋るので、ちょっと堀口さんの試合見させてもらったんですよ、昨日夜。はい、ありがとうございます。で、前お話しさせてもらった時に、新しいスタイルを作るみたいなことをおっしゃってて、はいはいはい。それが僕なんかすごい印象に残ってて、新しいスタイルを作るってことは、過去のものってもうないっていうことじゃないですか。いや、ないんじゃないんですよね。足していくんですよ。もともとあったものを、やっぱこう弾いちゃうと、はいはいはい。絶対弱くなっちゃうんで、自分の元は残したまま、どんどんプラスにしていくプラスっていうか。していく。はい。でもあの時のものはもう見れないってことじゃないですか。あの時のいや、昔のものはもう見れないと思うと、なんかこう美しく見えるというか、あ、もうこれってないんだよねみたいな。でさらにはいはい。新しいものを見せてくれるんだよねみたいなものを思うと、やっぱり昔の試合が美しく見えてくるって、あ、こういうことなんだなっていうのを昨日思ってたんですよね。そんな思います思うんですよ、俺とかこまあ自分は大体その試合ごとにだんだん新しくうなってる。足していく。うん、はい。あんまりその感覚わかんないですけど。なんかあれです、おはい。互いの死闘ランキングってまさにこの YouTube っぽいはい。ランキングを選べみたいなの来てますけど、どんな感じですか、お互いの死闘。まあ青木さんからお願いします。これって僕個人じゃないってことですよね。死闘っていろんな死闘ですよね。あ、青木さんご本人です。僕実はね、これ死闘ランキングがないから、はい。実は軽いコンプレックスになっていて、え僕の試ー、合って必ずどっちかになっちゃうんですよ。思いっきりやられるか思いっきり取るかっていう。はいはいはい。なんでこうダウンしてやられ続けて勝つとかあんまりないんですよ。はいはいはい。そういうスタイルなんで、実は死闘がないことが実は結構コンプレックスなのかも。で、お互いの死闘でいうとやっぱり僕覚えてるのは2000何年だろう、時期は忘れて、アメリカでストライクオースでギルバート・メレンデスとやった時に5分5ラウンド殴られ続けるっていうのやっぱりあって、僕あれの時にやっぱ辛いなと思った。やっぱずっと殴られ続けるってこんなに辛いんだなと思ったのはやっぱありますね。その時全然記憶は飛ばなかったんですか？いや、記憶を飛ばしてくれないんですよ。要はタックルを切りながら殴るから表面的な痛さと、で精神的な。精神的なのと、はい、このラウンド取ったよみたいな痛みばっかりで地獄のような時間を過ごして最悪それ。最悪な、もう手がないよみたいなのを過ごしたのがやっぱ僕一番死闘というか苦闘ですね。堀口さん、自分の試合って何ですか？いや、自分も死闘ってないっすよね。うんうん、やっぱ確かに自分がやることが多いので、まあ、死闘はないっすね。そうですよね。ないっすね。はい。うん、まあ、強いて言えば、ね、その石渡さんと1回目にやった VTJ の時にやった時ですかね。それぐらいじゃないですかね、死闘って言ったら。じゃあDJ との試合とかどうなんですか？ DJ は死闘ではないっすよね。完璧にもうやられ放題って感じですよね。そうなるんだ。はい。まあでも、当時のね、DJ って、心身ともに充実した時期だもんね。まあそうですけど、まあ、自分も結構そうですね。心身ともに。いかれた感じが。お互いが選ぶ格闘界の寝技を打撃を。それは総合格闘技ってことですかね。じゃないですかね、と思う。寝技をってでも、僕やっぱり ATT とかで言うと、ハニヤヒーラとか大好きだけど。ああ、めちゃめちゃ強いっすね。って言うじゃないですか。で、はいはい、ADCC でもやっぱりレオジーニャとやってる時とか、僕生で会場で見てるんですよ。40分試合したの。はいはい、とか、やっぱあれは強いよね。強いっすね。何が強いって、抑え込みがもう解けないっていう。やっぱそうなんだ。僕、ハニヤヒーラとかジェイク・シールズとか寝技王で言うと大好きなんですよ。そうなんですよね。なんか、ヤヒーラはなんていうんですか、もう動かないのになんか、固めがうまいっていうか。怪力だってことですか？まあ力もありますけど。でもなんか体が別にすごいマッチョなわけじゃないじゃないですか。そうですね。体重のかけ方がうまいですよね。やっぱそうなんだ。5分3ラウンドで1ラウンドと2ラウンド圧倒して3ラウンド圧倒されて勝つみたいなのやるじゃないですか。
はいはいはい。すごいっ僕、すね。あれ大好きで、最後ガッツで勝つみたいな。はいはい。でもやっぱ練習だったらグラウンドめちゃくちゃ強いんだろうなと思って。めちゃ強いし、あれですね、体重もやっぱ普段ありますね、結構。どのくらいですか？今135で試合やってるんですけど、はい。多分150、55とかあるんじゃないですかね。だって瞬間フェザーでやったりしてましたよね。そうですね。僕だから結局グラップリングとか柔術から行って成功したグラップラーって少ないじゃないですか。はいはいはい、はい。ダミアン・マイヤとかもしくは柔術から来たのにストライカーになったりするのに彼は変わらずグラップラーですもんね。そうですね。すごいですよね。打撃王は打撃をこれ超曖昧じゃん。なんかいろいろやっぱいますから、なんかスタイルが MMA 統一されてないじゃないですか。はいはいはい。だから難しいですよね。これそうですね。本当難しい。打撃王の方が難しいかもしれない。いないな。これはなんか決めれないみたいな感じになっちゃいますね。そうですね。打撃王も分かんないですね。堀口さんなんか苦手なものってあるんですか？苦手なものってどういうことですか？どういう部類ですか？プライベートでもこう格闘技でも苦手なものって。苦手なものなんすかね。苦手な青木さんあります？苦手な。僕移動飛行機。もう何でもいいっていうことですね。はい、何でもいい。何でもいいってなったらまあ自分も移動嫌いですし、じっとしてられないんですよ。だからそういうのが嫌いですね。やっぱりこれ僕いろんな人に言うんだけど、このアジアの移動とまた日本とアメリカの移動と全然違うじゃないですか。そうですね。ストレスはやっぱりありますよね。そうですね。で、飛行機なんか缶詰ですからね。今さ、この帰ってきて試合するじゃないですか。はいはいはい。それってどうやったら楽になるとか、何日前みたいなコツはあるんですか？まあ、日本で試合するときは一応2週間前に日本に着いてて、で、1週間は時差取りって感じでしてて、で、残りの1週間ちょっと減量だったりとかをやってますね。やっぱ1週間あれば抜けます？そうですね。大体1週間抜けますね。それってじゃあ逆の時、例えば日本に行ってアメリカに試合に行く時は逆が必要ってことですよね。2週間必要ってこと？試合するんだったら。試合するんだったら、できれば2週間欲しいですよね。ああ、そうなんだね。はい。1週間半ぐらいあれば大丈夫かなって感じです。ただ UFC とかの多くの団体のスケジュールって要は4、5日前じゃないですか。入っても2、3日前。そうですね。よりもやっぱ長くあった方がいいってことだ。そうですね。なんか逆に直前の方がいいんじゃないかなって考えたこともあって。はいはいはい。本当にやっぱそうだよね。絶対動けない。ああ、やっぱ移動中だって減量ですからね。ああ、そうだね。青木さんなんか趣味とかってあるんですか？僕ね、趣味ね、文章を書いたりとか、いろんな本読んだりとかなんですよ。そうなん割と実は文化系格闘家って思ってて、格闘技の人って文化系多いと思ってるんですけど、はいはいはい。だから一つの試合、堀口さんの試合でも、はい、ただみんなこの試合のパフォーマンス見たりとかするじゃないですか。はいはい、この試合にはどういうストーリーがあって、どういうことをこの人は思って、どういう物語の中でやってるんだろうってことを楽しみたい人なんですよ。へえ、そうなんですね。全然そのスポーツとかの趣味とかはないんですか？僕他のスポーツやりたいとか全くないです。堀口さんなんか釣りやってたの見て超羨ましかった。釣りめっちゃ好きで今日も行ってきましたね。ごめん、ちょっと意味が全く分かんないアメリカで釣りをするってことですか？そうです。フロリダも釣りのメッカなんですよ。へえ。めっちゃ釣れるんですよ。それって釣ってきたものを食べるってこと？食べる時もありますけど、食べられない魚も釣るんで、それは食べないです。いや、それはもちろんですけど、それは逃がしちゃうってことですか？そうです。取って捕まえて喜んで逃がしちゃいますよ。それめっちゃ魚いい迷惑じゃん。魚のこととか考えてる超いい迷惑ですよそれ。でかいんですかそれって？でかいのはまあ50センチとかですね。50？はい。バスです。すごい釣りが好きって。はい。本当だったんですね。いや本当ですよ。僕なんか那須川さんと釣り行ってるから、はい。なんかこれ番組の企画かなと思って。企画でも行きましたけど、めっちゃ好きっすね、釣りは。そうなんだ。そうなんですよ。青木さんやってみればいいじゃないですか。釣り？はい。逆に釣られちゃいそうじゃん。
いやいやいや、多分絶対ハマります。自分やってるのルアーフィッシングなんですけど、絶対ハマります。やっぱりルアーってその疑似餌でちゃんとこう動かさないと魚みたいに見えないんですよ。やっぱ動かし方とかで釣れなかったりするので。要はテクニックってことですね。そうですね。だから絶対面白い。ハマりますよ絶対。じゃあなんか次で子供の頃に見て影響された試合って何ですか？やっぱり山本キッドさんの試合はもうほとんど全部見てるので、そのヒーローズとかテレビでやってた試合はほとんど見てたので、まあそういう試合ですよね。やっぱ世代だね、それは。そうですね、それはそう。そっか、だって堀口さんも今年30だから僕と7つ違うんで、僕らの世代ってこれちょっと不思議で、格闘技とプロレスが混ざってたんですよ。ああ、そうですよね。そうだからちょうど僕らって最初やっぱ新日本プロレスだったんですよね。そうなんですね。最初に影響を受けたのってバーリトゥーズジャパンが95年とかなんで、小学生の時そういうものしかなかったから、はいはいはい。まだバーリトゥーズジャパンとか、まあ、シュートですよね、言うたら。その時だったし、で、2000年ぐらいにプライドがガーって桜庭さんで行った時にようやく高校生みたいな話なので、はいはいはい、やっぱり僕の場合は実はね、子供の頃に見て影響された試合ってプロレスなんですよ。そうなんですね。プロレスラーになりたいと思ったんだけど、はい、いかんせんその時ってなんか180センチ100キロっていうのがあったんですよね、プロレスラーになるには。で、いや、これは100キロは無理だなと思って、だったらそれでもできる格闘技ってなんだろうって思った時に僕シュートとかだったんですよ。そうなんですね。もう堀口さんの時には多分70キロ以下の格闘技があったと思うんで、はいはいはい、そうですね、ありました、それはなんかちょっと世代を感じてしまうな。でもその時って空手家なわけじゃないですか。そうですね、はい。よく空手家から MMA やろうと思うな。まあそうですね、自分は最初は、まあ、中学ぐらいの時ボクシングやろうと思ってて、空手やめてボクシングやるって言ったら、親が高校までは出とけって、空手でいけるんだから高校までは行けって言われて、で高校出て、まあ、特待で行ってですね、空手で。作新学院ですよね。そうですね。それで、はい、それから大学も結構推薦来てたので、はい、空手で行けたんですけど、それを蹴ってもう総合格闘家になるって言って山本キッドさんのジム行ったんですよ。珍しい。はい、もうだって親とか大反対でしたね。お父さん、お父さん。親もそうだし、その空手の先生とかもみんな反対でした。そうですよね。だってその当時まだ特に軽い階級でどうなるかなんて分かんなかった時期ですもんね。そうですね。作新学院っていうのがちょっといいですよね。何ですか？高校の時に柔道部だったんですけど、はいはいはい、僕の母校と作新学院柔道部となんか一緒に合宿とかすることあって、そうなんですね。はい、なんかめちゃくちゃ厳しかったんですよ、作新学院って。めちゃくちゃ厳しくて、こんなとこだったら、もう絶対僕やれないと思ってたんで、はい、なんかそれを思ってたんで、僕なんか作新学院って聞くと、はい、ちょっとこう構えちゃうんですよ。で、本当厳しくて、高校の先生が怒って、練習中にね、はい、もうお前らこう集中しないから10分20本やってやるって言って、はい、乱取りですよ。10分20本って普通に考えたら200分だから3時間ぐらいかかるんですよね。はいはいはい、3時間じゃ足りないんですけど、それをなんかほぼ練習が終わりかけた時に言って先生が、さすがに僕それ無理だろうと思って見てたら結局12本ぐらいまでやりましたからね。すごいっすね。いや本当になんかすごい狂ってて、それでなんか結局最後集めてお前ら気合入ったかって言って一発ずつぶん殴って終わるみたいなことやってたんで、いやこんなとこに入れないと思ってたんですけどだから空手部はそうじゃなかったってことですよね。空手部も厳しかった。そんな感じでしたよ、はい、作新の空手部もやっぱ周りの空手部の人からはまあ呼ばれてましたね。やっぱそうですよね。なんかこうあとギリギリなのかな、僕とか堀口さんぐらいの世代がこの厳しい部活というか。多分そうと思います。そうですよね。はい。もう一回やれます、高校生。絶対嫌っすね。ですよね。僕もそれよくいろんな人に聞いてて、一回高校生ができますかっていうと、結構やっぱ厳しい時代を過ごしてる人は、もう無理って、あれだけは無理って言うんですけど。まあ、過ごせって言われれば、全然過ごせますけど、戻りたいかって言われたら、戻りたくはないですよね。ですよね。まあでも今の堀口さんの生活ってそんなもんでしょう、逆に言うと。
まあそうですけど、やっぱりその監督のその重圧はないですから、自分の好きなようにやってっていう感じなんで、自分で全部決められるじゃないですか。はい。だし、別に試合勝っても負けても別になんかこう、結果によって詰められることないし。はいはいはい、そうですね。それすごい楽だなと思って。まあでも自分はやっぱすごい周りの人に期待されてるんで、すごい重圧はありますけど、違うじゃん、その重圧と。まあ違いますけど、でもやっぱ似たようなもんっすよ。似たようなもんなんだ。僕全然違うと思ってて。本当ですか？いやもうあんなにこの怯えて試合するの嫌だみたいな。怖いみたいな。まあでも高校の時そんなに自分は怯えてなかったですね。高校の時、まあ監督はすごい怖かったですけど、はい。もう試合は試合って思って、もう勝てばいいんでしょって思ってたんで、もう全く監督結構指示出すんですよ、その試合中とか、はい、それもう無視してやってましたからね、自分だけめっちゃ怒られてましたね、試合終わった後。強すぎる。何やってんだってずっと言われてましたよ。やっぱ強いな。僕はね、でもね、僕の中高の時はでももう無理だな、本当。僕とにかくあと体がちっちゃかったんで、中学生ぐらいまで55キロとか60キロぐらいしかなかったんで、そうなんですね。とにかく僕ご飯食べさせられるのが辛かったです。その理屈こねるから、いやだってこれ吸収しないじゃないですかみたいなこと言っちゃったりするんですよ。いやこれ炭水化物ばっかりって意味ないじゃないですかみたいなこと言っちゃったりしてさらにこう苦行を強いられるっていうのを繰り返してました僕。そうなんですね。はい。この間僕変わらずでしたね実は。変わらず練習して変わらずいろんなことやってましたけど。自分も全く変わんないですね。なんだろうこれ独特というか僕都内の移動が電車じゃないんで自転車使ったりするんで、あんまりこの左右されないんですよね。手洗うとかのその感染対策をすれば実はかなり安全だっていうのあんまり実は変わってなかったですね。堀口さんも変わらずですよね、そういう意味では。もう全然変わらないですね。2階に住んでて練習やって2階に戻ってくるっていう感じですね。はいはいはい。実はみんななんか僕も結局この家と練習するのとの往復ではあるので、あんまり変わらないですよね。はい、今日は青木さんに自分が本当は司会をしないとなんないのに青木さんに結構司会をしてもらってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたはい、またよろしくお願いします。じゃあまたねー。